今回作成するのは1分ローズです。このような華麗なバラを短時間で簡単に折ることができます。きっちりとした手順が少なく、折り方の自由度が高いのが特徴です。そのため折るたびに毎回違う表情のバラに出会える楽しみもあります。折り紙1枚で作ることができますが、横からだと裏面が見えるので両面色付きの折り紙がおすすめです。今回は分かりやすいように普通の折り紙を使っています。白い面を表にします。1センチ ×1 センチぐらいの幅を残して三角に折っていきます。この時真ん中の 1.5 センチぐらいだけに折り筋をつけます。90度回転させます。同じように折り筋をつけます。残り2箇所も同じように折り筋をつけます。これで中央に正方形の折り筋がつきました。わかりやすいように鉛筆で線を引いておきます。裏返します。白い面から正方形の4辺をつまむようにしてしっかりと折り筋をつけます。緑の線で山折りの折り筋をつけていきます。白い面を表にします。色付きの面の正方形の下の頂点に合わせて折り返します。この時右半分だけ折り筋をつけます。90度回転させます。同じように折り筋をつけます。残り2箇所も同じように折り筋をつけます。このように折り筋がついていますので、折り筋に沿って山折り線を浮かび上がらせます。中央の正方形は谷折りなので、中央を押さえてへこませるとうまくいきます。角を弾いて回転するか確認します。花びらになる部分に後で分かりやすいように番号をつけておきます。外から一つ内側の花びらになる部分です。2、3、4、1ダッシュ、外側の花びらになる部分です。2ダッシュ、3ダッシュ、4ダッシュ、
ひだの形をしっかりと立てておきます。裏面はこのようになっています。正方形の周りの折り筋をしっかりとつけておきます。ひだの高さが水平になるように机につけたままにします。左右のひだを持って中央に押していきます。ひだを持ち替えて同じように押していきます。中央の正方形を反時計回りに回転させて周りの紙を巻き取ります。この巻き取りが苦手な人は動画の最後に裏技の動画をつけていますので、そちらの方も参考にしてみてください。柔らかく巻いても問題ありませんが、中心が締まった感じに仕上げたい場合はしっかりと巻きます。中央の正方形の上に四角柱をイメージして柱に巻きつけるようにします。四隅が2センチ ×2 センチぐらいの正方形になれば十分です。表にしてひだの高さが水平になっていることを確認します。1番のひだをつまみます。外側の花びらになる1ダッシュを持ち上げて1番のひだにクロスさせます。しっかりと折ります。クロスさせる角度、高さとも好みで大丈夫です。1番の後ろに2番のひだを持ってきて1番、2番で M の形にします。ここの形も好みで大丈夫です。形が決まったら緑の線で1センチぐらい折ります。1番と1ダッシュが足元で交わる点から先ほど1センチ折った線に水線を下ろします。水線の左側に指を当てて円錐形の袋に指を入れて水線を谷折りにします。1番と2番の中間に2ダッシュを合わせて根元から左右にしっかりと折ります。ここから先も同じように折っていきます。M の形を作ります。形が決まったら根元を1センチぐらい折ります。水線を確認して円錐形の袋に指を入れて水線を谷折りに、花びらの中間に外側の花びらを合わせてしっかりと折ります。M の形を作ります。形が決まったら根元を1センチぐらい折ります。水線を確認して円錐形の袋に指を入れて水線を谷折りに、花びらの中間に外側の花びらを合わせてしっかりと折ります。最後も同じです。 M の形を作ります。形が決まったら根元を1センチぐらい折ります。水線を確認して円錐形の袋に指を入れて水線を谷折りに、花びらの中間に外側の花びらを合わせてしっかりと折ります。外側の花びらの左側が上に重なっていることを確認します。裏返します。V 字の下を通るように線を引きます。線のところで内側に折り込んで花の底を平らな円にします。折る位置が浅いと後で花びらがほどけてしまうのでしっかりと折り込みます。外側の
びらを柔らかく広げます。外側の花びら4箇所とその内側の花びら4箇所にカールをかけます。完成です。ここからは巻き巻きが苦手な人に向けた裏技を紹介していきます。ひだの形をしっかりと立てておきます。ここからです。手前のひだを奥のひだと高さを合わせるように重ねます。重ねたら下のこの部分を折ります。隅までは折りません。4箇所とも同じように折ります。これで中心からの谷折りの筋が4本できました。裏返してあとは巻き巻きします。先ほどの折り筋に合わせて中心の四角柱に巻きつけます。最後まできれいに巻くことができました。広げるので最後まで巻く必要はないのですが、裏技の紹介でした。今回は分かりやすいように普通の折り紙を使いましたが、両面に色のついたグラデーションの折り紙を使うとこんな感じに仕上がります。最後までご視聴ありがとうございました。